イタリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて110週間が経ちました。今週ついにこの日がやってきました。2024年10月下旬、ニアの左前足の骨折から始まった1年1ヶ月の長い戦い。振り返れば不安な日もありましたが、家の中では骨折の前以上に全力で走り回れるほど元気になりました。もちろんキャンプは控えめにという注意は再三受けましたが、ニアにその思いが届いたかどうかはちょっと微妙です。そしていつもの動物病院へ。この日は驚くほど待ち時間が短く、受付を終えるとすぐに診察室へ呼ばれ、レントゲン撮影へ。モニターに映し出されたレントゲンの結果は、小さな穴は残っているけどほぼ塞がっているので完治と判断できますとのことでした。その言葉を聞いた瞬間、飼い主の胸の奥にあった見えない重荷がそっとほどけていきました。最後に診療明細書に完治の文字をしっかり記載していただき、会計を終えて出口へ向かうと、看護師さんから1年間よく頑張ったねとニアに優しい声をかけてもらいました。その瞬間、ニアは看護師さんを見て短く「ワン」と返事をしました。彼はきっと今までありがとう、そんなメッセージだったように思います。動物病院の皆様には長い間本当にお世話になりました。さて、ニアの骨折治療が完了したので、ニアの保険契約の変更手続きをします。早速、保険会社のサポートセンターに加入時に告知した骨折に関する負担保条件を解除するための手続きについて確認しました。すると、加入時に締結した内容は契約更新のタイミングでも変更ができない、そういう案内を受けました。これではニアがまた骨折した場合に保険の対象外になってしまうということです。これはまずいと、変更方法はあるのかを追加で確認しました。しかし負担保条件の変更は商品設計及び保険料算出根拠に影響が出るため変更できないという内容がサポートセンターからの回答と約款で確認することができました。仕方がないので保険契約を解除して別の保険に切り替えるしか方法はなさそうでした。なので契約更新は行わず別の保険を探すことにしました。確かに保険会社の立場で考えると、法律上ワンちゃんは物の位置づけであると同時に車などとは違い、飼い主の意思にかかわらず怪我や病気をするので、このような商品設計にして保険料を抑えているのだと思います。これまで加入していた保険は保険料も手頃で、できればそのまま継続したかったので少し残念な気持ちもあります。それでもこれからの生活がより安心できるように時間をかけて一番良い保険を探していこうと思います。こういった場面は普段なかなか深く考えることがないからこそ、丁寧に向き合うことの大切さを実感しました。最近ニュースでクマさんの話題を目にすることが本当に増えました。人の生活圏に近づき、時には建物に入り込んでしまうことまであるそうです。そんな中、屋外で飼われているワンちゃんが襲われてしまうケースもあると聞きました。インターネットでは今は室内に移すべきだという声と、地域性や育て方は人それぞれだという意見が交錯しています。
自分が一緒に暮らしている存在について考えるとき、正解は一つではないのかもしれません。ニアの飼い主として願っているのは、その子が生まれてきてよかったと感じられる日々を過ごしてくれること。のんびりと自然や生活を味わい、たまにこちらが元気をもらえたら、それだけで十分だと思っています。そしてクマさんの話に戻すと、いつか人と共存できる未来があってほしいと願っています。危険を避けながらお互いが無理なく暮らせて、クマさんと一緒に散歩できる世界が来たらなんか楽しそうですね。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。